戦争の起源と勃発、ベルサイユ条約の影響と不満。第二次世界大戦の起源は、第一次世界大戦の結果としてのベルサイユ条約に深く根ざしています。この条約によるドイツへの厳しい制裁と屈辱感が後の緊張を高めました。ベルサイユ条約は、ドイツに対して重い賠償責任を課し、領土の削減を強いました。これによりドイツ国内では経済的な苦境と国民感情の悪化が進行し、政治的な極端主義を助長しました。ベルサイユ条約に対する不満は、ナチズムの台頭とアドルフ・ヒトラーの権力掌握を促しました。ドイツの軍備増強と領土的野心はヨーロッパ全体の不安定化につながり、最終的に戦争へと突入しました。ベルサイユ条約に起因する不満と経済的苦境は、第二次世界大戦への道を開いた重要な要因であり、戦争の勃発に直結したのです。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。ナチスドイツの台頭とヨーロッパの緊張。ナチスドイツの台頭は、ヨーロッパにおける政治的、軍事的緊張を急速に高め、第二次世界大戦へとつながる道を作りました。ヒトラーとナチス党の政策は、復讐とドイツの再興を掲げ、強硬な民族主義と軍事的拡張を推進しました。この過程で、ラインラントの再軍備、オーストリアの併合、アンシュルス、チェコスロバキアのズデーテン地方の併合など、一連の侵略が行われました。ナチスドイツの積極的な領土拡張は、特に1938年のミュンヘン会談後に顕著となり、1939年のポーランド侵攻は、ヨーロッパにおける第二次世界大戦の開始を告げました。ナチスドイツの台頭とその軍事的野心は、ヨーロッパの緊張を高め、最終的に第二次世界大戦の勃発を引き起こしたのです。主要な戦闘と転換点、ポーランド侵攻と戦争の勃発。第二次世界大戦は、1939年9月1日に、ナチスドイツがポーランドを侵攻したことで始まりました。この出来事は、ヨーロッパ及び世界を巻き込む大規模な戦争への序章となりました。ヒトラーの政策は、リーベンスラウム生存空間の獲得を目指しており、ポーランド侵攻は、その野望の実行でした。ドイツの急速な軍事行動により、ポーランドはわずか数週間で陥落しました。ドイツ軍は電撃戦戦術を用いて、ポーランドに侵攻し、迅速な進軍でポーランド軍を圧倒しました。この侵攻に対し、フランスとイギリスは、ポーランドとの同盟を守るため、ドイツに宣戦布告しました。ポーランド侵攻は、第二次世界大戦の勃発を意味し、それはヨーロッパ全土、そして後には世界的な規模の戦争へと発展しました。フランスの陥落とバトル・オブ・ブリテン。1940年のフランスの陥落は、ナチスドイツの西ヨーロッパにおける優位性を確立し、バトル・オブ・ブリテンへの道を開きました。ドイツ軍は、1940年春にフランスに侵攻し、短期間でフランスの主要部分を占領しました。この劇的な進軍は、ドイツの軍事力の強さを示し、同時に連合国にとって大きな衝撃となりました。ドイツ軍は迅速な攻撃で、マジノ線を迂回し、フランス軍を破り、パリを占領しました。この後、イギリスは孤立無援の状態に置かれ、ドイツはイギリス本土侵攻の準備として、バトル・オブ・ブリテンを開始しました。戦争のグローバル化、パールハーバー攻撃とアメリカの参戦、パールハーバーへの日本の奇襲攻撃は、第二次世界大戦を真にグローバルな戦争へと変貌させるきっかけとなりました。この攻撃により、それまで非戦を貫いていたアメリカが戦争に参戦しました。1941年12月7日のパールハーバー攻撃は、アメリカ本土に対する直接的な軍事的脅威を示し、アメリカの公衆及び政治指導者を戦争参加へと駆り立てました。この出来事は、アメリカの強力な工業能力と軍事力が連合国側に加わることを意味しました。この攻撃により、アメリカは即座に日本に宣戦布告し、数日後にはドイツとイタリアからも宣戦布告を受けました。これにより、アメリカはヨーロッパと太平洋の両戦線での戦争に参加することになりました。パールハーバー攻撃は、アメリカを第二次世界大戦に引き込み、戦争をグローバルな規模に拡大させる決定的な瞬間でした。東部戦線とスターリングラードの戦い。
東部戦線は第二次世界大戦における最も血生臭い戦場の一つであり、スターリングラードの戦いはこの戦線の転換点でした。東部戦線はドイツとソビエト連邦の間で展開され、戦争の全体的な結果に決定的な影響を与えました。スターリングラードの戦いは1942年から1943年にかけて行われ、ソビエト連邦の防衛と反攻が成功し、ドイツ軍の東進を止めました。スターリングラードでの戦闘は極めて熾烈で、両軍ともに大きな損失を出しました。この戦いでのソビエト連邦の勝利は、東部戦線における戦力のバランスを変え、最終的に連合国の勝利への道を切り開きました。ホロコーストと民間人の苦境、ユダヤ人迫害と絶滅キャンプ。ホロコーストは、第二次世界大戦中に発生した最も悲惨な事件の一つであり、ナチスによるユダヤ人迫害と絶滅キャンプが象徴的な悲劇でした。ナチスドイツは、ユダヤ人を含む様々なグループに対して組織的な迫害を行い、最終的には最終解決と称して大量虐殺を実行しました。この過程で600万人以上のユダヤ人が命を奪われました。アウシュビッツ、トレブリンカ、ソビボルなどの絶滅キャンプでは多数のユダヤ人がガス室で殺害されたり酷使されて死亡しました。これらのキャンプはナチスによる残虐行為の恐ろしい現実を示しています。ユダヤ人迫害と絶滅キャンプは人類史上最大の犯罪の一つとされ、ホロコーストの記憶は現代においても平和と人権の重要性を訴える強力なメッセージとなっています。市民への影響とレジスタンス運動。第二次世界大戦は前線だけでなく多くの民間人にも深刻な影響を及ぼしました。戦争の悲劇に直面した市民はレジスタンス運動によって抵抗の意思を示しました。戦争による爆撃、食料不足、占領により民間人の生活は極端な困難に直面しました。この苦境の中で多くの市民がレジスタンス運動に参加し、占領軍に対する抵抗を試みました。フランス、ユーゴスラビア、ポーランドなど多くの国で活発なレジスタンス運動があり、これらの運動は占領軍に対するサボタージュ、情報収集、連合国への協力などを行いました。これらの活動は戦争の結果に影響を与え、民間人の勇気と抵抗の象徴となりました。戦争の終結と影響。ドイツの無条件降伏と広島長崎への原爆投下。第二次世界大戦の終結は1945年のドイツの無条件降伏と広島及び長崎への原爆投下によって象徴されます。これらの出来事は戦争の終わりを告げ、新たな世界秩序の幕開けを示しました。ドイツは1945年5月に連合国に対して無条件降伏を宣言し、ヨーロッパにおける戦闘は終結しました。一方、太平洋戦争はアメリカが1945年8月に日本の広島と長崎に原子爆弾を投下し、日本が降伏を決定することで終わりました。広島と長崎への原爆投下は即座に数十万人の命を奪い、放射能による長期的な影響を残しました。これらの攻撃は核時代の到来と戦争の性質が変化したことを世界に示しました。ドイツの降伏と原爆投下は第二次世界大戦を終結させ、大量破壊兵器の恐ろしさを世界に印象づけるとともに、戦後の国際政治の舞台を整えました。冷戦の始まりと国際秩序の変容。第二次世界大戦の終結は、冷戦の始まりと国際秩序の根本的な変容をもたらしました。戦後の世界は、米ソの対立と新たな地政学的な枠組みによって形作られました。連合国内のイデオロギー的、政治的な対立は戦争が終わると同時に表面化し、特にアメリカとソビエト連邦の間で緊張が高まりました。これは世界を2つの陣営に分ける冷戦の構造へと発展しました。ヤルタ会談やポツダム会談では戦後の世界の再編が議論されましたが、これらの会談はまた米ソ間の緊張と相違を明確にしました。東ヨーロッパのソビエト化と西ヨーロッパへのアメリカの影響力拡大は新たな国際秩序の形成を促しました。第二次世界大戦の終結とその後の出来事は現代史における重要な転換点であり、冷戦と呼ばれる新たな時代を開いたとともに世界秩序の大きな変化をもたらしました。